今日なんですけれども、手裏剣を複数本持って遊んでみようと思います。たまに私が、片手に複数本同時に持って持ち替えをせずに手裏剣を打つことがあります。例えば普通でしたら左手、打つ方とは逆の手に手裏剣を持って1本打ちます。持ち替えて打つ、持ち替えて打つ、この繰り返しです。どんなに速くてもこの動きは変わりませんが、ごくまれに、2本ないし3本片手に持って打ってしまうことがあります。ちょっとやってみます。今3本持ってます。3本。これを持ち替えずに片手だけで打つ、こういったものです。手裏剣というのは手の裏の剣と書きます。これは何度もお話ししていますが、裏っていうのはこういうことです。表裏、手のひらのことですけれども、手の中に隠し持って使う剣という意味があります。なので投げずに使ってもいいんですけれども、隠し持ってしまう。何本持ってるか分かんない。ちなみに5本あります。この状態で使うと相手も何本持ってるか分からない。ちなみに今私がやったように持ち替えずに投げる方法、スローイングナイフとかではノーリロードと呼ばれています。ただし、ナイフ投げのノーリロードっていうのはちょっと持ち方が違います。ナイフ投げの場合このように段にして持つんですね。そして段にしたものをこう持ちます。こう持ちます。下の手裏剣の上を滑るように、ナイフの上を滑るように飛び出させて使います。ただし手裏剣でこの持ち方は非常に難しい。ここをすり抜けていくんですね。なので手裏剣の場合はこの小型のものに対応した持ち方をします。そして今私5本で打ちました。文献での記録なんですけれども、毛利玄達という、手裏剣の達人と言われている方がいて、その方は36本の手裏剣を打ったと。あくまでお話の上かもしれないです。ただお話の想像上の話と切り捨ててしまうにはちょっともったいない。記録では36連で、その後、最終的にプラス6本の手裏剣を工夫して、合計でだから42本打ったということになりますね。そんな連打をしたという記録があります。どういう方法かは分かりません。複数本、もうそれこそ36本両手に持っていたのか、18本ずつですかね、持っていたのか、もしくは何か服であったりとか趣向に何か工夫があったのかは分かりませんが、そのような連打をしたという人がいます。ちなみに片手18本ってどんなものかっていうと、これ18センチの手裏剣です。18センチで、6ミリのちょっと細長い手裏剣なんですけれども、これを18本同じものを持つとこうなります。
どうやって打つんだろう。ちょっとね、私はできないです。これを一本一本打つっていうのは。ただ今日ちょっとできれば10本ぐらい、すごく近い距離からですけれども10本ぐらい試してみようかなと思ってます。なので使いやすいのは細くて長いものの方が持ち替えが楽なので、今日は細長いものを使って10本やってみようかなと思います。ちなみにこの複数本打ちなんですけれども、本数が増えれば増えるほど難易度は劇的に上がってきます。簡単に言うと2本だけでしたら特に何の問題もなく素早く打てます。これが、先ほど5本打ちましたけれども、5本6本ぐらいまでは私も素早く打てますが、個人的にはそれ以上多くなってしまうと急に手がもたついてしまったり、持ち替えで引っかかったりしてうまく打てなかったり、もう完全に手が止まってしまったりします。でも今日はとりあえず10本やってみたいと思います。見ていただいた通りなんですけれども、なんとか刺さるには刺さりましたが、もう本当にスムーズとは言えないし、刺さっただけかなと。こんな形で右5本左5本計10本でした。10本なんとか刺さりましたけれども、実際にやってみると非常に難しいです。で、これだけ近い距離でもやはりミスが出てしまったりしてきます。ですので、実際に毛利玄達の36連がどの程度なのかはわからないんですけれども、お話の中で、フィクションだと言ってしまうとちょっとつまらない、何かやり方はあったのかなと、趣向の中に、先ほどもお話ししたかもしれないんですけれども、趣向の中に隠したりとか、あとはこういった足のところに隠してあったり、ちなみに髪の毛に隠す人、それから耳のところに隠す人なんかもいます。なのでそうやって隠しながら使った可能性もあるんですけれども、それでもこうやってある程度実際挑戦してみるっていうのも面白いかと思います。どうしてもね、数本ミスが出てしまうんですよね。その本の記載なんですけれども、36本の手裏剣が1本の糸に見えるように連続で飛んでいったと、そんな記載がありましたので、実際かなりのスピードで打たれたんじゃないかなと。フィクションだと言ってしまえばそれまでなんですけれども、技術なのかそれとも隠し方なのか、何かしらもしかしたら方法があるのかもしれません。先ほど耳のところに隠す人がいましたよっていう話をしましたけれども、例えば着物の襟とかに隠す人もいます。あとはここのところ、脇のところ、たもと、あとは先ほどお話しした趣向であったりとか、逆に足のキャハのところに隠したりとか、なので技術的な方面からこういったものを何本打てるかなっていうのを求めるのも面白いですし、テクニックとして隠し方であったりとか、そういったもので工夫をしても面白いのかなと思います。実際この複数本打ちって非常に面白いんですよね、できるようになると。
これをやるには個人的には細い針型の手裏剣の方がいいと思ってます。というのがやっぱりどうしてもこう複数本を持つと手の中でもたつきやすくなってしまうので、やはり細い方が具合がいい。なのであまり大型の太い手裏剣よりも細い針型の手裏剣の方がやりやすいんじゃないかなと。なので手裏剣のルーツで例えば針から始まったっていうものと、あと担当から始まったとか、いろんな考え方あるんですけれども、これに関しては針型、細長いものがやっぱりやりやすいかなと感じてます。今日は手裏剣を複数本持って遊んでみました。これは特にたくさん本数が打てるからすごいとかそういった話ではありません。ですがこういったことができるようになると、逆に手裏剣一本一本に意識がいくようになります。例えば2本まとめて打てるようになると、よりこの1本に対する手の感覚っていうのが繊細になると私は思ってます。ですので例えば3本これが上手に打てない時、どこか指がいたずらをしてるとこうやって束ねて打つことはできません。ですので手の感覚を養う練習として、もしくはこうやって複数本持って打つと指先を非常に使います。ですのでこの指先の鍛錬の一つとしてこういった練習をして、時々遊んでます。この持ち方であったり、もしくはどのように隠すか、こんなことを考え出してもまた面白いので、本当に頭の体操と思ってこんなことをやってみるのも面白いかと思います。後半なんかは特に変な隠し方をしましたけれども、1本をこうやって持つとぱっと見わからないんですよね。2本持ってるんですけれども何本持ってるのかが分かりにくい。間にもう1本隠してしまえばこんな形で上手に隠す、これも一つの練習になるかなと思っています。結構最後の方はちょっと遊びすぎてしまったので、あれはもう本当にああいう遊びだと思って見ていただければと思います。次回は何をして遊ぼうかなとまた考えているところなんですけれども、こういうのが見たいなとか、こんな実験見たいよっていうのがありましたらまたご連絡いただければ、コメント欄に書き込んでいただければ対応の方させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それといつも高評価グッドボタン押していただいている方ありがとうございます。
また今日の動画も面白ければ高評価、グッドボタン押していただければ嬉しいです。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。